どうも、クーピーチャンネルです。今は四国香川県観音寺市にいます。自己発電で行く四国一周下道の車尺旅。徳島港を出発し、時計回りに海岸線を863キロ走行し、現在4日目を迎えました。このポータブルバッテリーとソーラーパネルだけでどこまで旅できるか検証しているんですけど、今日は曇りと小雨で思うように発電しませんでした。今のソーラーパネルの発電量が58ワット、そして残量が 64% です。今日もすべて電気で調理します。今日はもっと思うんですが、ポータブルバッテリー残量やばいことになると思います。明日は晴れるようなので、かなり減った状態のポータブルバッテリーとこのソーラーパネルでどこまで回復するか検証します。この400ワットソーラーの本当の実力は分かりそうです。それでは今から四国最北端高井観音岬へ向かいます。わー、すごい。めっちゃ景色いいです。ここはい、四国最北端到着しました。奇跡的に雨が少し止んで小雨になりました。来るときここびっくりしたのがこの坂道見てください。いや、声出ましたよ。まさかこんなに急やったとは。このマークは激坂のマークです。絶対キャンピングカーでは来ない方がいいです。四国最北端は誰もいません。ここに四国最北端と刻まれています。竹岬って書いてますね。すぐ横には観音寺があります。ここの砂浜には降りれないようになってます。この夕日に沈む竹岬四国最北端を独り占めできてすごい贅沢です。日没に間に合ってよかったです。ここトイレもあるようです。波の音も心地よくずっと痛くなります。でももう日暮れちゃうんで先を急ぎます。ちなみに今のソーラーの発電量は2ワットですね。もう全然発電していません。今日ですね、曇りで小雨の中で 45% から1日で 64% まで増えました。このバッテリーの容量は 2000Wh です。もうソーラーのこのスイッチはオフにしておきます。今現在地がこの四国の中で一番最北端、ここですね。ここから徳島県の方に海岸線沿いをまだ走行します。もう日が暮れたらどこか車中泊スポットでご飯食べて寝たいと思います。その前にまずこの坂ですよね。誰か来たら終わりです。ちょっと勢いつけて一足で行きます。おー、いやもう体が怖っ。後ろに倒れそうです。いや、なんとか行けました。もうちょっとここは車行きたくないですね。次来るとしたら徒歩で降ります。はい、スーパーありましたんで食材買います。讃岐市内にあるスーパー丸中です。ここなんか見たことあるなと思ったら、昔嫁と軽自動車バモスで四国車中泊した時に来た場所でした。懐かしいです。四国で車中泊してうどん食べてるだけの動画なんですけど、また説明欄にリンク貼っておきます。目当ての食材買いました。この国道沿い今走ってるんですけど、その国道沿いに道の駅あるようなんで、今日はそちらで車中泊します。到着しました。なんか裏に神社があるようです。なかなか雰囲気ありますね。結構車止まってる台数は多くて、国道もすぐ横なんで怖さはありません。トイレも綺麗に掃除されてました。さすがにもうショップはやってないですね。なんとセルフうどん屋さんがあります。さすが香川県ですね。それでは車内戻ってご飯いただきます。やっちゃいました。15分だけ仮眠するつもりががっつり寝てしまいました。今現在2時です。ちょっと食べようと思ってた車中飯はもう明日の朝早く起きて食べます。
今日は歯磨いて寝ます。いや、自分では気づかないうちに運転の疲労度が溜まっていたのかもしれません。今冷蔵庫電源切れたようなので、ポータブル電源から電源取っておきます。もうソーラーパネル切り替えスイッチもポータブルバッテリーの方に切り替えておきます。これでもう朝日が昇ったら自動的にポータブルバッテリーが充電されていきます。明日の天気予報はもう一日中晴れです。がっつり充電されると思います。今日ソーラーパネルの温度なんですけど、走行時どのぐらい冷えるか検証してみたら、やっぱり曇りだったんですけど3度ぐらい下がりました。で、明日ですね、晴れなのでかなり高温になります。その状態で走行して走行風で何度下がるのか検証します。それではこのまま再び眠ります。明日はいよいよ徳島港に着き、自己発電四国一周達成予定です。行く前はバッテリーの電源持つか心配で、一応予備でガスコンロも持ってきたんですけど、使わなくていけそうです。この 400W のソーラーパネル取り付けて本当に良かったです。車種旅の可能性がぐっと広がりました。ただ実際使ってみるといろいろデメリットも見えてきましたので、明日ゴールしてからまとめてお伝えしたいと思います。おはようございます。現在朝の5時半、明るくなってきました。ちょっとまだ眠いですが、朝の準備していきます。ポータブルバッテリー結構減りましたね。昨日一晩冷蔵庫の充電していたのと、朝お茶沸かして 50% になりました。そしてソーラーパネルのスイッチ、ポータブルバッテリーの方に昨日接続してたんですけど、オフにしました。なぜ切ったかというと、朝方少し発電した時にポータブルバッテリーがついたり消えたりしてピッピッってずっと鳴ってました。なのでもう切っておきました。さあ、それでは少し換気しといて、昨日の晩食べる予定だった車種飯を朝いただきます。作る料理はタイそうめんを作ります。これ皆さん知ってますか？愛媛県や香川県にはタイ丸々1匹使ったタイそうめんという郷土料理があります。これ四国で食べたかったんです。今回はタイ丸々1匹はちょっと調理難しいんで、この香川県で購入した切り身のマダイを使います。車内ということでいろいろ制約はあるんですけど、車中飯バージョンのタイそうめんを作っていきます。で、タイはこのアルミ 100g で煮ていきます。こちらは IH 対応です。美味しそうにタイが出来上がりました。さあ、そしてこのタイの旨味がたくさん出た煮汁、ここにそうめんを
直接投入していきます。これ本来だったら別で湯がくんですけど、もう茶し飯バージョンということでこのままいきます。ちょっと腹ペコなんで2玉いきます。はい、じゃあもうそうめんは1分ぐらいで揚げていきます。うわー、美味しそうにできました。最後はネギと煮汁をかけて完成です。美味しそうに完成しました。それではいただきます。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったです。ずっと食べたかったんで嬉しいです。食べれて。で、煮汁なんですけど、あんだけたくさんあったんですけど、そうめんが全部吸いました。だからそうめんがすごい濃厚だったんですよね。鯛の旨味と煮汁の旨味すべて吸ってました。こんな美味しい料理があるんですね。これはまた奈良帰っても家で食べたいと思います。はい、お皿も全く汚れてないですね。この IH 対応のアルミ箔鍋、使い捨てなんで洗わなくていいんですけど、結構かさばります。なのでできるだけ折り曲げてコンパクトにしていきます。魚のトレーなど匂いするもの入ってますんで、防臭袋一応二重しておきます。朝の調理してポータブルバッテリー、めっちゃ減りましたね。 35% になりました。この 35% からソーラーパネルだけで何%まで回復するんでしょうか。楽しみです。で、今からですね、もうこのソーラーパネルをポータブルバッテリーに入力します。今現在の空は曇りですね。この曇りの状態でも 56W ぐらい発電されてます。さあ、それでは出発の準備していきます。それでは道の駅の様子見ていきます。いやー、気持ちいい朝です。向こうの山あるんですけど霧がかかってます。なんか幻想的ですね。駐車場こっち側が大型車専用で小型車と分かれてました。今回は道の駅のショップが開いてなかったんで何も買えないんですけど、空いてる時はできるだけここでお金使っていこうと思います。散歩から帰ってきたらソーラーの発電量が 85W に上がっていました。まだ相変わらず曇りなんですけど、今日は晴れ予想なんで天気回復するのを願ってます。それでは四国一周のゴール徳島県へ向けて再出発します。はい、今四国のここですね、もう右上になります。で、ここから海岸線沿いにずっと徳島県を目指します。で、途中にですね、この大鳴門橋の下に渦潮ができます。これいつも自分高速道路で上を走ってるだけで間近で見たことがありません。せっかく近く走りますんで見ていきたいと思います。はい、鳴門公園到着しました。さっき晴れ間も見えたんですけど、また濃い霧に覆われてきました。この橋も全然見えません。霧で多分海で絶景のはずなんですけどね。ただうっすらと太陽は見えてきたんで、この後は晴れそうな気がします。
この状態で現在の 400W ソーラーパネルの発電量が245W、 かなり発電されてますね。さすが 400W のソーラーパネルですね。この曇りの中でも 250W 近く発電されてます。ここの駐車場有料の500円でした。でパンフレットいただいたんですけど、この鳴門の渦潮の真上歩けるようです。ちょっと行ってきますね。うわ、この辺はすごい潮の流れ速いですね。いくつもの小さい渦潮ができては消えてを繰り返しています。自然の脅威を感じます。駐車場戻って再出発します。天気回復してきました。だいぶ晴れ間も出てきました。はい、今お土産屋さんでこの徳島県の名物鳴門金時買ってきました。で車内でいただきながら次のコースを考えます。ソーラーにもバッチリ太陽の光が当たっています。かなり蒸し暑くなってきました。現在外気温が22度、車内が 28.7 度です。ちょっと前を開けて涼しい風を取り入れてます。現在のソーラーパネルの発電量が 258W ですね。かなり上がってきました。でポータブル電源残量が 58% まで回復しました。最初 35% でもう 58% まで回復しました。この調子なら1日で満タンになるかもしれません。ただ気になるのがかなりもうカンカン照りなんですけど 260W しか出てません。もしかしてソーラーパネルが熱すぎてパフォーマンスが下がっているのかもしれません。後で温度調べてみます。鳴門金時初めていただきます。どんな味するんでしょうか。それではいただきます。今現在がここ大鳴門橋ですね。この下、この辺が徳島港で、ここに到着すると四国一周達成になります。でその下にですね、ここ四国最東端の鴨田岬があります。自分よく考えたら最南端、最西端、最北端の岬は行ったんですけど、この最東端ですね、最初にスルーしてしまいました。なので今回は最東端最後に到達してから徳島港に戻って自己発電で行く四国一周を達成したいと思います。出発する前にソーラーパネルの温度を測っておきます。今現在のソーラーパネルの発電量は 260W。 やっぱり変わってないですね。そしてこの車内の屋根の温度が 40.5 度、40度超えとかなりソーラーの熱を受けているようです。ちなみに今この横の壁の温度は31度なんで、やっぱりソーラーパネルに面してない壁は温度低いですね。ソーラーパネルの温度直接測ってみます。うわ、すごい54度ですね。車内も暑くなるわけですね。でしばらく走行してみてまた温度測ってみます。で走行風で結構下がって発電量も上がるんじゃないかなと思います。ここですね。ここ右曲がったら鴨田岬です。看板ありました。はい、ここからですね、さらに狭くなって県道200号にありました。でもうこれまっすぐ行ったら鴨田岬です。はい、到着しました。鴨田岬です。さっきソーラーの温度調べておきます。なんと 32.8 度、めちゃくちゃ下がってますね。そして今の発電量なんですけど 150W ぐらいです。で残量が 90% になりました。これは今ちょっと曇りになってきたっていうのもあると思うんですけど、ポータブルバッテリーが 90% ということで入力ワット数を少し下げているのかもしれません。途中コンビニに行った時は 350W ぐらい発生されていました。やはり走行風で温度下がると発電量が上がるようです。さあここが四国最東端鴨田岬です。
ちょっと橋行けるみたいですね。行ってみます。それにしても四国最東端なのに全然誰も人がいてないです。うわ、めっちゃ綺麗です。灯台まで歩いていけるですね。この海の向こう側は本州の岡山なんですよね。なんかロマンあります。いや、この景色独り占めは贅沢ですね。なんかこういったモニュメントありますね。もうせっかくここまで来たんで最後にここでジャンプしてきます。鴨田岬。いやー、しかしなんか怖いぐらい人いないですね。ちょっと待って、発砲注意、入園者に危害を加える恐れがあるので発砲に注意してください。この周辺の遊歩道なんか危ないそうです。ちょうどお昼過ぎたんで最後にここ四国最東端でお昼ご飯を食べようと思っていたんですけど、ちょっと怖いんで移動します。すぐ近くになんか鴨田温泉と公園があったんでそこで休憩します。いやー、それにしてもこの辺はのどかでいいですね。めっちゃやっぱり軽だとどこでも行けるんで気軽に冒険できます。鴨田岬から車で3分ぐらいの公園に来ました。あそこの上のところに鴨田温泉があるようです。それにしても誰もいません。それではここの公園でお昼ご飯いただきます。お昼ご飯なんですけど、このレトルトのご飯で試したいことがありますんで、このレトルトのご飯使ってカレーいただきます。この炊飯器、ご飯炊くときにやっぱり汚れがついてもっと簡単に掃除できないのかなと思ったときに、このキッチンペーパーですね、昨日引いて炊いたら大成功で全然汚れつきませんでした。次試したいのがこの電子レンジで調理するレトルトのご飯、さらに短時間で汚れつかなくできるんじゃないかなと思って一回検証します。軽くほぐしときます。お水もちょっとだけ入れてきます。これでうまくいったらいいんですけど、10分ぐらい温めてみます。炊飯器に使う電源なんですけど、ポータブルバッテリーからたくさん電源取れるんですけど、今回はソーラーパネル何時間で満充電になるか検証していますんで、ポータブルバッテリーを使わずにこのキャンピングカーに搭載されているサブバッテリーから電源取っていきます。はい、じゃあインバータースイッチを押します。通常この軽キャンピングカーインディ727は鉛バッテリーがついてるんですけど、こちらは自分で DIY してリチウムバッテリーを 200Ah 積んでます。ワットアワーに換算すると 2400Wh ぐらいです。カレーは徳島県の道の駅で購入した阿波踊りのカレー、こちら徳島の名物ですね。このカレーをフライパンで弱火で温めていただきます。そしてこちらは愛媛県で購入したじゃこ天です。これ炙ったらめちゃくちゃ美味しくなるの今回の旅で分かりました。この愛媛県と徳島県の融合した四国カレーをいただきます。はい、じゃあ弱火にしてこの阿波踊りのカレー入れます。炊飯器が放置していたら保温になりました。じゃあ開けてみます。いや、意外といけるもんですね。もうこのままお皿に投入します。ちょっとクッキングシートの方についちゃいました。こちらはスプーンで落とします。はい、カレーも温めましたね。それではここに流し込んでいきます。めちゃくちゃ美味しそうですね。それではいただきます。まずはじゃこ天から。
ごちそうさまでした。いや、四国は本当美味しいものが多いですね。しかしじゃこ天って炙ったらなんでこんな美味しくなるんでしょうか。カレーのコクと旨味が増しました。はい、じゃあお皿はもう綺麗ですね。問題の炊飯器なんですけど、これ見てください。全然汚れてないです。キッチンペーパー、水分は通すんですけど汚れは通しません。炊き込みご飯の場合は少し匂いとか残ってたんですけど、これはもう全然大丈夫ですね。もうウエットティッシュで拭くだけですぐ綺麗になりそうです。蓋の方なんですけど全然汚れてないです。でこの中ですね、ちょっと水蒸気が入ってます。このぐらいなんでもうウエットティッシュで拭けば大丈夫ですね。一瞬で綺麗になりました。今回の旅でこのキッチンペーパーの炊飯いろいろ試してみたんですけど、これはもうかなりいいです。移動距離が多くてすぐに出発しないといけない時や時間がない時はこの炊飯器の使い方はめっちゃありだと思います。ただメーカーさんは非推奨だと思いますので自己責任になります。さあ、それではいよいよ最終のゴール徳島港へ向かいます。はい、最後にゴミ後ろに直しておきます。結局今回の旅4日間で4袋ゴミ出ました。かなり少なかったですね。こちらは家帰って処分します。やっぱりギュッとできるだけ圧縮していたのがコンパクトにつながったんだと思います。あそこに鴨田温泉があって入りたいんですけど、また帰りもフェリーに乗って和歌山に帰りたいんで、それでは先予約しておきます。ありがとうございます。南海フェリー徳島港です。すいません、今日なんですけど船の予約したいんですけど、大丈夫ですかね。今日の何時でしょうか。6時55分なんですけど。はい、6時55分ですね。大丈夫ですよ。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、失礼します。はい、無事予約できました。これで船乗って奈良に帰ります。30分前までに入ればいいということです。お風呂入りたかったんですけど何があるかわかんないので先に徳島港まで行っておきます。なんかまた霧が出てきて曇ってきました。今回の旅でこの大容量の 400W ソーラーパネル使ってみてすごい良かったんですけど、意外なデメリットもありました。その辺を徳島港を着いてから今回の旅を振り返ってお伝えしたいと思います。いやー、なんか寂しいですね。もうすぐ終わります。で、最後まで安全運転で行ってきます。はい、とうとう徳島港到着しました。とりあえず先受付済ましておきます。はい、まもなく船の乗船が始まります。で、今回走行距離なんですけど、今日走ったのが300キロ、4日間でトータル1205キロ走行しました。そして1日でポータルバッテリーどのぐらい充電されるかなんですけど、今 100% です。この 400W のソーラーパネルで朝から充電していて、お昼過ぎ3時頃に 100% になりました。ポータルバッテリー容量 2000Wh で 35% から 100% なんで 65% 回復したことになります。これ晴天で一日中充電していたら 0% から 100% になりそうですね。実験は4月の晴天でした。なので今回の検証の自己発電で四国一周行けるのか旅、余裕で行きました。もう料理など全て電気使ってです。1日雨や曇りでも次の日晴れだったら全回復しました。今サブバッテリーにリチウムバッテリー 200Ah 搭載してますので3日ぐらい雨でもいけそうですね。このシステムで次チャレンジしてみたいのはポータブルクーラーですね。このソーラーパネルで発電しながら車内をクーラーで冷やしてどのぐらい自己発電旅続けれるのかチャレンジしてみたいです。はい、でこの 400W のソーラーパネル実際使ってみてデメリットもあったんですけど、もう間もなく船出ますんで、船入ってから和歌山港を着いてゆっくりお伝えしたいと思います。すいません、29番で予約してたものなんですけど、お車6番線並んでください。はい、ありがとうございます。なんとドライブスルーシステムでした。はい、出発の地和歌山港に戻ってまいりました。もうすっかり日は落ちてしまいました。最後にこのソーラーパネルですね、こちら実際使ってみて旅で感じたデメリットをお伝えします。全部で4つあったんですけど、
まず1個目、このポータブルバッテリーとの組み合わせ使ってみて分かったことなんですけど、これソーラーからポータブルバッテリーの方につないだままで眠ると朝方電源入ったり消えたりでピピってなって起きてしまいます。日の出の微妙な光の時はそうなるようです。外しといた方がいいようです。次なんですけど、汚れが気になりました。すぐに黄砂などで汚れがついてしまいました。水はけも斜めになっていないようなので溜まったままでした。汚れやすさはボージ RV フレキシブルソーラーパネルの特有なのかもしれません。何か汚れがつけにくくなるものを塗った方がいいかもしれません。次3つ目は DIY のことです。このケーブルを固定してるのに結束バンドベースとかを使ってるんですけど、これがやっぱり振動で外れたりするところがありました。あとはやっぱりこういった配線のむき出し感ですね。この辺は素人 DIY なので仕方ないですが、やっぱりビルダーさんの作ったキャンピングカーの見栄えには勝てません。最後、どうしても気になるのはやっぱ暑さですね。外気温22度でソーラーパネルの表面が54度でした。車内も過ごしてみて去年より暑かった気がします。これもっと暑い時期になったらどうなってしまうんでしょう。少し怖いです。この DC ファン全開で回してみたんですけど、車内は暑かったです。となると電気は大量に使えるので、やっぱりポータブルクーラーですね。今年も新製品3社ほど出すみたいなので、また検証して動画にします。そして最後に今回の旅で感じたこと、やっぱり京王は日本の道路に一番合ってますね。どこでも本当に気軽に行けました。この横幅もそうなんですけど、高さですね。木とか当たりそうな場所いっぱいあったんですけど、スイスイ行けました。そして四国初めて一周しましたが、想像より広いです。山道や高速道路や細い道など日本のいろんな要素が詰まってますね。この四国一周を目標にキャンピングカー作れば、日本に一番合ってるキャンピングカーが作れそうです。なんか今回の旅でおっさんなんですけど、一回り成長した感じがしました。全然人がいない地域はなぜか絶望感や怖さを感じ、崖や強風の場所でも集落があり、人が住んでいるところもありました。僕らは道路に出れば街灯があり、コンビニがある、それが当たり前のことではなく、何世代もの前の人たちが作ってきてくれた街なんだと感謝しました。地球上で人が行ける場所や住める場所は平野部のほんの一部だけだと改めて感じました。今回の旅の目的が一周だったので、今度は四国の各県の秘境を回りたいです。また動画にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。